福岡県筑後市の建設会社大藪組の高田です。本日は前回に引き続き中庭のある素敵なお家のご案内をしたいと思います。前回は玄関からリビング、キッチンまでご案内させていただきましたので、本日はその続きをご覧いただきたいと思います。前編をご覧になられていない方は概要欄からご覧ください。ではルームツアースタートしたいと思います。では前回の続き、こちらの扉からいきたいと思います。こちらの掃き出しの窓なんですけれども、前回ご紹介したデッキ部分につながっていますので、こちらから中庭の方に出ることもできるようになっています。中庭で遊ばれた後とか、ちょっと手洗いたい時とかはもうこのまま直接ここから入ってきてもらうこともできるようになってます。で続いてこちらのドアなんですけど、主寝室につながるドアになっています。では行ってみましょう。こちらは主寝室が 6.7 畳になっています。このようにベッドを置いていただいても両サイドに幅があるので、十分使っていただける広さかなと思います。でこちらですね、今ロールスクリーン閉まってるんですけど、調整していただくと外が見えたり目隠ししたりすることができるようになっています。でこちらの奥になるんですけど、扉はないんですけども収納になっていまして、枕棚とパイプがついてますので、洋服とかもそのままかけていただけるようになっています。で収納ってなるとどうしてもやっぱり扉がついてちょっと狭いとか暗いとかイメージあるんですけど、こんな風に窓もついてるのでものすごく明るくなってるし、ちょっと狭くなりがちなところに扉を外すことによって結構広々とですね、開放的に使うことができるようになってます。で続いてこちらに一つ扉があるんでちょっと行ってみたいと思います。こちらですね、ウォークインクローゼットになっていまして、こんな感じでですね 2.5 畳なんですけれども、結構広いですよね。真ん中はどうしてもちょっと通路にはなってしまうので、両サイドにこんな感じでいっぱいかけることができるようになってます。大きいものとかだったら奥の方のこの辺に置いたりとかですね、することもできるかなと思います。洋服とかやっぱりかけてしまうと下が空いてしまうので、この辺は3段ボックスとか買っていただいて入れていただくと収容量も増えるかなと思います。ウォークインクローゼットでちょっと気になりがちなのが匂いとかが気になる方いらっしゃると思うんですけど、このようにですね、上に換気扇をつけてもらうと、その辺は解消されるのかなと思います。では続いてですね、ものすごくおしゃれな洗面台があるんですけれども、レクスルさんのルメシスっていうシリーズのものになります。ライトがですね、手をかざしたらつくタイプのものになってますので、ボタンだとどうしてもちょっと濡れた手で触ったりとかちょっと嫌だなと思う時はこんな感じのライトもありますので、ご参考にされてもいいかなと思います。でこちらやっぱり水回りどうしても水が跳ねてしまったりとかしてしまうと思うので、タイルを張られると水がちょっとかかっても大丈夫かなと思います。洗面台ちょっと散らかるの嫌だなっていう方は鏡の後ろに収納もできるようになってますので、ちょっと物を置いたりとかはできるようになってます。でコンセントもここについてますので、こちらも結構使えるかなと思います。でこちらここにも実は収納がついていまして、ちょっと引っ張って開けると、あんまりいっぱいは入れれないんですけど、ちょっとした小物とかだったらここに入れてもらうこともできるようになっています。で続いてこちらの扉なんですけど、トイレになってます。こちらトイレは TOTO さんのトイレになっています。このようにですね、ちょっと幅はあまり広くはないトイレなんですけど、どうしてもやっぱり収納とかちょっと必要だなって言われる方はこのちっちゃなタイプもありますので、トイレの幅に合わせてサイズを決めていただければいいかなと思います。でこのトイレのおしゃれポイント、まずここですね、照明です。ちょっとお施主様がこだわりなんですけれども、このようにちょっとつける位置とかも調整することによってものすごく綺麗ですよね、反射して。工務店さんによってはつけられる位置とかご相談されると融通聞かせてくれたりもするので、こんな感じでお好みでつける位置とか壁に光を照らす具合とかも調整できるかなと思います。でなんといっても見どころはこちらですねこちら一面のアクセントに見えるんですけど、実はこれエコカラットになってまして、匂いとかが気になられたりとかすると思うんですけど、エコカラットが消臭効果とかがあるので、トイレで使っていただくと匂い取ってくれるのでいいかなと思います。全面に貼ると結構いいお値段とかしたりするので、アクセント的に貼られてもおしゃれかなと思います。エコカラーと形とか種類とか色とかもいろいろありますので、お好みとご予算に合わせて選ばれるといいかなと思います。
では続いて廊下の奥の扉に行ってみたいと思います。こちらの扉ですね、明るいですね。こちら、脱衣所になってます。ものすごく明るいですね。こちらが南面に面していますので、ものすごく日が入ってきます。こちら棚になってるんですけど、今ボックス入ってると思うんですけど、結構ジャストサイズで入れてあるんですけど、建てられる時に工務店さんとかご相談されると、この収納をここに入れたいんですけどとか言ってもらうと、制作でちょうど幅に合わせた棚を作ったりすることもできますので、ご検討の際はお話しされてもいいかなと思います。でこちら洗濯機があるんですけど、上見ていただくと物干しスクリーンがついてます。洗濯した後すぐ干したりとかですね、こちら室内でも結構こんな感じで火がいっぱい入ってきて、ものすごく乾くと思います。なんでここに干していただくこともできるので、お天気がいい時は外にも干せるようになってます。でこちら脱衣室になりますので、お風呂入る時とか服脱いだりする時、やっぱりどうしても目線とか気になられると思うんですけど、そういう時はですね、こちらロールスクリーンつけてますので、こんな感じでお風呂入る時とかは下ろしてもらうと目隠しできますので、カーテンとかでもいいと思うんですけど、ロールスクリーンとかこんな感じで目隠しされるといいかなと思います。こちらから外に出てみたいと思います。こちらですね、外部の物干しになっていまして、下がデッキ張りになっているので、正面はこのように格子がついてますので、目隠しになるので、お天気のいい日とかは外で洗濯物を干してもらうことができるようになっています。こちらの格子がですね、中から見ると結構外見えるんですけれども、外側から見ると全然中が見えない作りになっているので、気にせずお洗濯物とか干してもらうことができるようになっています。でこちらですね、格子になってて、こちらにも格子があるんですけれども、風は通るのでお洗濯物の乾きとかもものすごくいいと思います。でこちらの格子ですね、実はちょっと仕掛けがありまして、扉になっているので、こんな感じで開けてもらうとステップがついてますので、ここから外に出ることもできるようになっています。小さな子供さんとかがスポーツして帰ってきたとかいう時、汚れてると家の中通ってほしくない時とかはここから上がってもらっても、そのまま脱衣室行ってお風呂場行ったりもできるようになっています。では中に戻っていきたいと思います。で次お風呂ですね。こちら入り口は引き戸になってますので、結構開く幅も広くなっているので入りやすいかなと思います。で中はちょっと広めになってます。 1.25 坪のお風呂になってます。洗い場が広いので、小さなお子様とかいらっしゃる時はみんなで一緒に入ったりとか、どうしても狭いってなったりする方は広めのお風呂にされるといいかなと思います。では次こちらの扉から行ってみましょう。続いてこちら事務所スペースになるんですけれども、その前にちょっと床を見ていただきたいんですけど、奥の廊下の方がフローリングになっていまして、手前はちょっと固めの素材になってるんですけど、フロアタイルと呼ばれるものになっています。事務所スペースだとどうしてもですね、机を置いたり椅子を置いたりとかするので、床に傷が入ったりとかしてしまうので、フロアタイルにすると固めの素材になっているし、こういう色味とかもいろいろ選べますので、傷が目立たなかったりとか、お好みに合わせて選んでもらうことができるようになっています。でこちら事務所スペースまず入ってミニキッチンになっていまして、ちょっとお湯沸かしたりとか洗い物ができるようになっています。でこちらにも一つ扉があるんですけど、事務所用のトイレになっています。こちらですね、幅はあまり広くないんですけど、奥行きの狭い手洗いつけたりすることもできるし、見ていただきたいのがこちらですね。なんと収納になっていまして、こんな感じでものすごく小スペースで見せたくないものとかは隠して収納ができるんでいいですよね。でこちら先ほどのトイレと違ってエコカラットは貼ってないんですけれども、このように一面だけアクセントでクロスを変えたりすると、また雰囲気が変わっておしゃれにすることもできるようになってます。では次奥の方を紹介していきたいと思います。こちらが事務スペースになっていまして、今ちょっと机置いてあるんですけど、結構広々としたスペースになっていまして、まだこれからコピー機だったりとかファックスだったりとかいろいろ置かれると思うんですけれども、使い勝手の良さそうな広いスペースになっていまして、あちらがちょっとくぼんだスペースになるんですけど、
ちらですね、今棚とか置いてあるんですけれども、見られたくないスペースだったり応接スペースにしたい時はこちらに可動の間仕切りと置いてもらったり、カーテンレールをしてもらうとここで簡易間仕切りができるようになっています。で、あちらの方が事務所の入り口になってるんですけど、その前に一つここに大きな窓があるんですけれども、こちらの窓ですね、主寝室にあったロールスクリーンと同じように目隠しできたり光を取り入れたりできるようなロールスクリーンになっています。で、こちらの窓ですね、シャッターがついてるんですけれども、こちらの窓のシャッターは先ほどリビングとかと違って電動じゃなくて手動のシャッターになってるんですけれども、シャッターどうしてもやっぱりこれだけ窓が大きいと手が届かなかったりとかすると思うんですけれども、そういった時はシャッターにこんな紐がついていますので、これを引っ張ってもらうと簡単に手がちっちゃくても閉めることができるようになっています。紐が1つあるだけでものすごく便利なので、一緒に上に収納してしまうと開ける時がものすごい大変なので、忘れずに垂らしてもらうようにしてもらうといいかなと思います。ではこちら玄関から外の方に行ってみたいと思います。こちらですね、入り口のところに一応棚を置いて受付のカウンターみたくしてあるスペースになっています。で、こちらから外に出れるようになってますので、外に行ってみたいと思います。次は外観を全体的に見ていきたいんですけれども、実はこちらのお宅、外観このような感じになっていまして、外側から見ると中庭があるようには見えないんですけれども、屋根の勾配がですね、東西と南北で違う勾配になっているので、ものすごくおしゃれなデザインのお家になっていますよね。屋根の真ん中に中庭があるようになってるんですけれども、中はもうプライベート空間として使えるようなお家になっています。外壁を見ていただきたいんですけれども、2色使ってありまして、このようにですね、玄関部分と向こうの部分ですね、色を変えることによってすごくおしゃれな貼り分けもできるようになってるし、色は違うんですけど同じ柄の違う色を使ってあるので統一感もあってものすごく素敵に仕上がっていると思います。続いてこちらの格子なんですけれども、実はこれただの格子ではなくて扉になっていまして、このように開けていただくとそのまま中庭の方に行けるようになっています。直接中庭に入ることができるので、中でバーベキューしたりとかするときはもうお客様そのまま玄関ポーチからこちらに入ってきてもらって、中を通ると一回靴脱いだりとかが結構面倒くさかったりするので、このように一つ扉があるとそのまま入ってこれるようになってて、ものすごくいいですよね。大きな荷物とか道具運んだりとかする時もこっちから行けるし、植栽植えたりとかお手入れの時とかも直接外から来れるようになってますので便利になっていると思います。以上で今回のルームツアーは終了となります。いかがだったでしょうか。今回のお宅は平屋ですけれども、中庭と事務所併用っていうちょっと変わったお宅でしたけれども、皆様のご参考になればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。